中華アクションカメラのアカソブレイブ7という機種にですね、なんと驚きのですね、水平維持機能がついたということで、要するに水平維持機能付きのカメラというのがですね、画質の方どうかなというところが気になりまして、水平維持機能がついてですね、だいたい17,000円ぐらいですから、お値段としては、はい、皆様こんにちは。本日はですね、久々にですね、XTU S3 を使いまして撮影の方行っていきたいと思います。現在はですね、サイクリングロードの雪解け状況を確認しに来たんですけれども、今こちら真下の方はですね、雪の方かなり溶けているんですが、奥の方はですね、まだちょっと雪の方が残っている感じですね。対岸の方にもですね、同じくサイクリングロードありますので、そちらの確認の方もしていきたいと思います。そして、その間にお話をするんですが、今回のお話はですね、以前ですね、父ちゃんさんにコメントで教えていただいたんですけれども、中華アクションカメラのアカソブレイブ7という機種にですね、なんと驚きのですね、水平維持機能がついたということで、そういう感じでですね、今回のお話の方は、ブレイブ7についてしていこうかなというふうに思うんですけれども、そしてですね、対岸の方の自転車のサイクリングロードの方もですね、雪解け状態の方を見ようと思いまして、今ですね、こちらの方に来たんですけれども、ここから見えますね。ただですね、いつ雪解けで開通になるかというような看板の方はここからでは見えませんので、ちょっと近くまで行ってですね、確認の方してこようかなと思いますね。で、先ほどお話しいたしましたブレイブ7の水平維持機能に関してなんですけれども、父ちゃんさんが購入したということで、動画の方もアップされたということで、早速ですね、動画の方を拝見させていただいたんですよね。そうしますと、水平維持機能、意外といい感じじゃないかなというふうに思ったんですよね。そしてですね、現在使っております XTU-S3 というですね、中華アクションカメラになりますが、こちらの方はですね、私が所有している中で一番手ブレ補正が強力な中華アクションカメラなんですよね。結構ブレないんですよね。ここまでブレずに撮れるカメラというのは、私が所有している安価な中華アクションカメラではこれだけなんですけれども、それでもですね、ちょこちょこと走ったりすると、やっぱり傾いたりとかするんですけれども、ですから今回のですね、ブレイブ7の方は、どのくらい傾きに補正してくれるのかなというところが気になっていたりするんですけれども、だいたい15度ぐらいまでは補正してくれるらしいので、なかなかですね、15度と言いますと、結構な傾きになるんですけれども、それだとですね、私みたいな、歩きながらの手持ち撮影が下手くそなものであっても、傾き知らずで撮れるのではないかなというふうに思ったりもするんですよね。ブレイブ7はですね、アーカソーというメーカーの中華アクションカメラの方を私所有しておりませんので、以前から気になっていたメーカーではあったんですけれども、この XTU-S3 と、
販売時期は結構似てるんですよね。XTU S3 は早々に廃盤になってしまいましたけれども、赤楚のブレイブ7の方は現行モデルとして、販売されていると。超ロングランですからね。赤楚さんの製品って結構同じ品番の商品をですね、ロングランで販売しているものが非常に多いんですが、中華アクションカメラあるあるですけれども、中身の部品がですね、結構ガラッと入れ替わってしまっていて、見た目は変わってないんですけれども、中身が違うぞというようなことで、性能もですね、かなり変わってしまう場合がありますので、その点は注意が必要なんですが、今回発売されたですね、ホライゾン機能付き、要するに水平維持機能付きのカメラというのがですね、画質の方、どうかなというところが気になりまして、というのもですね、一つ前のブレイブ7、画質はですね、あまりよろしくなかったんですよね。なので、今回ですね、水平維持機能の方が搭載されて、中身の方が変わっているであろうと思われますので、画質の方はどうなっているのかなというふうに思いまして、動画の方を拝見させていただきましたら、思ってたよりは悪くないかなというふうに感じましたね。決して良いという画質ではないんですけれども、画質を求めるのであればですね、メジャー3大メーカーの方を購入されるのが間違いないと思いますので、中華アクションカメラはですね、何かに秀でた機能を使って、自分の思い通りに撮るというようなところがですね、私は面白みを感じているんですけれども、皆さんはどうなのかちょっと存じ上げないんですが、ちなみにですね、すべての解像度、フレームレートで、今回のブレイブ7の方が、画質の方がですね、見れるんじゃないかなというふうに思うかと言いますと、そうではなくてですね、使えそうかなと、使えるかなというふうに感じたのは、30フレームで撮影した映像ですね。それに関しましては、良さそうかなと。ただ、60フレームに関しましては、かなり荒く私には見えましたので、その点はですね、せっかく60フレームで撮りたいんですが、画質のことを考えると60フレームよりも30フレームで撮影した方が私は幸せになるなと思いましたので、もし仮にですけども購入したとしたら30フレーム撮影で使うというようなことになると思いますね。水平維持機能ついた安価な中華アクションカメラ欲しいな、欲しいなと出てくれないかなというふうに思っていたんですけれども、そんなところをですね、赤楚さんが出してくれて、なかなかいい感じのお値段で出ていますので、欲しくなっちゃいますよね。さあ、ちょっと看板のところまで来ましたけれども、解除予定は5月の30日になってますね。これよりも早く毎年開通しておりますので、4月下旬か5月上旬あたりには開通するのではないかなというふうに思っておりますけれども、上の方からもう少し進んでみましょうかね。さて、話をアクションカメラの方に戻しまして、傾きがですね、15度補正してくれると。補正と言いますか、維持してくれるということなので、かなり心強いんですよね。実際にですね、現在、今まで見ていただいた映像というのは、傾きの方は出ていないことが多いのではないかなというふうに思いますので、
こういう映像がですね、私はできれば撮りたいなというふうに思っておりまして、で、他の中華アクションカメラで撮影をすると、傾きがですね、右左というように出てしまうんですけれども、それがですね、15度まで補正して維持してくれるということですから、かなり欲しいんですけれどね。他に所有している中華アクションカメラで同じように撮ろうといたしますと、多分ですね、ジンバルを使わないと無理じゃないかなというふうに思うんですよね。手持ちで撮影をいたしまして、ここまでしっかりと傾きの方といいますか、まるでジンバルに乗せたかのように撮れる強力な手ブレ補正というのは、この XT-S3 しか私持っていないので、古くなってもですね、ここまでしっかり撮れるんだったら手放せないよなという感じでしょうかね。そのようなですね、存在に、ブレイブ7の方もなるのではないかなというふうに期待はしているんですよね。ただですね、傾きが15度まで補正されるといたしますと、かなりですね、広い範囲で映像がクロップされてしまうのではないかなと思うんですよね。で、こういった安価な中華アクションカメラで多いのがですね、手ブレ補正をかける場合ですね、オンとオフとあると思うんですけれども、手ブレ補正をオフというのが、元の画質になるんですけれども、その画質からですね、手ブレ補正を使う分に必要な、ピクセルといいますか、周りですね、クロップいたしまして、で、そのクロップされて残った映像というのは、狭い範囲でしか撮影ができなくなっちゃうんですよね。手ブレ補正オフだと結構広く撮れる状態であっても、手ブレ補正をオンにすると急に撮影する範囲が狭くなってしまうということは多分にしてあると思うんですけれども、いやちょっとヘリコプター、周りの車もそうですけど、これどうでしょう。こういった雑音声の邪魔になってないでしょうかね。ちょっとそれだけが心配ですね。手ブレ補正に関してですね、もう少し突っ込んだお話の方をするといたしますと、例えば手ブレ補正をオンにして元映像よりも狭く記録された 4K 動画の場合ですけれども、当然のことですけれども、本来の 4K の解像度よりも少なくなるんですね。クロップされてしまいますので、要するにその部分が切り取られてしまいますので、切り取られた部分は手ブレ補正に割り当てますよということなんですけれども、ただですね、その切り取られて狭くなった範囲であっても、本来の 4K の解像度がないんですが、SD カードに記録される場合はですね、なぜかしら4K の解像度で記録されてますよね。それはですね、カメラの方で小さくなった映像をですね、引き伸ばして解像度を 4K 解像度に合わせまして記録しているので 4K の動画というふうになるんですけれども、ただそれが実際に 4K の画質、解像感、精細感があるかと言われるとですね、正直な話ないと思うんですが、そのクロップされる部分がですね、広くなれば広くなるほど、
元々の映像と比べるとかなり狭くなってしまいますので、そうするとですね、先ほど言いました通り、4K 解像度として戻す場合にですね、その拡大率といいますか、そういった部分がどうしても大きくなってしまいますので、そういう映像がですね、どういうふうに記録されるかというとですね、ボケボケの映像になってしまっていたり、シャープネスをガリガリかけてガクガクの映像になってみたりということになりますので、正直ですね、画質の方は期待できないんですよね。で、ブレイブ7の方はどのくらいクロップされているのかなというところをですね、確認したいんですけれども、私自身は所有していないので、ここはですね、映像をですね、ちょっとスクショさせていただきまして、それでですね、各各々の元の映像、手ブレ補正をオフにした映像ですね。それから手ブレ補正をオンにした映像と、水平維持機能の方を使った時の映像の画角の広さですね。確認してみましたところ、おおよそですね、こんな感じになったんですよね。手ブレ補正をオンにしたときは、大体ですね、35% ぐらいクロップされておりますので、もともとのですね、手ブレ補正をオフにした映像というのは 65% しか残ってないんですよね。そして肝心の水平維持機能を利用した場合というのはですね、これはですね、ちょっと驚いたんですけれども、約 44% ほどクロップされておりまして、元映像がですね、だいたい 56% ぐらいしか残らないというような形になるんですね。ですから FHD とかもともと解像度の低いものでそういった機能を使ってしまいますと、かなり映像荒れてしまうかなという気がしますので、これはあくまでも個人的な考えなんですけれども、4K30 フレームで撮影するのがデフォかなというような気がするんですよね。ただ、驚いたのがですね、なんて言うんでしょうね、その35% クロップされて、もしくは 44% クロップされて、そこからですね、解像度の方を、引き伸ばしまして、4K 画質にした映像というのはですね、ほぼほぼ見られないような映像になってしまうのではないかなというふうに思っていたんですけれども、これが思いのほかですね、見れる映像になっているので、この辺はですね、赤ソさんの技術力といいますか、すごいなというふうには感じましたね。正直なところですね、ブレイブ7の購入の方は、かなり今、悩んでおりまして、というのもですね、お値段が今、16,999円で発売されているんですけれども、これはですね、多分、新商品といいますか、アップデート版といいますか、そういう形で出した商品ですから、最初はですね、お値段をお安くして販売させて、そしてある程度ですね、行き渡ったらと言いますか、商品の方がある程度販売できましたら、値段の方が上がるのではないかなというふうに私は思ってはいるんですけれども、なので購入するのであれば、今のうちなのかなという気もしますしね。水平維持機能がついてですね、
だいたい1万7000円ぐらいですから、お値段としてはお安いかなというふうに感じますので、これで2万円とかになってしまいますと、ってなってしまいますし、というかですね、今非常に金欠中なんですよね。なので、ちょっと1万7000円も辛いんですけれども、ちょっとその辺はですね、お財布の方と相談をしながらですね、購入の方をするかしないかというのを考えてみようかなというふうに思っております。そしてコメントで教えていただきましたとうちゃんさんの動画の方はですね、概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので、もしですね、興味のある方は見ていただきたいと思いますね。というわけで、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。